はい、どうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということで、今回のご紹介する料理はこちら。はい、エスカベッシュでございますね。で、こちらのエスカベッシュなんですけども、フランスのどちらの郷土料理かと言いますと、せーの。ドン。はい。こちら、プロバンス地方になりますね。で、こちらのね、プロバンス地方の郷土料理であることは間違いはないんですけども、料理のね、歴史をたどっていくと、大体16世紀頃のアラブのですね、シクバージュっていう料理があるんですけども、そちらが原型じゃないかっていうお話も出てる料理でもございます。で、今回のこちらの郷土料理のご紹介なんですけども、基本的に郷土料理のその伝統的な作り方を踏襲しつつ、私のですね、カルダモンとオレンジを加えた香り高いねエッセンスをちょっと加えた料理をご紹介したいなと思いますので、よろしくお願いいたします。それじゃあ早速皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい、じゃあ材料の説明ですね。こちら、イワシになりますね。背開けしたものを用意しました。はい。まだね、鮮度がいいですので。はい。で、野菜ですね。こちら、パプリカですね。色とりどりなものをご用意させていただきました。で、こちら、ミルポアですね。玉ねぎ、人参、セロリ、そして、ニンニクですね。で、こちら白ワインと白ワインビネガーご用意ください。で、こちらオレンジですね。皮も使いますし、中の果汁も使います。で、ローリエとタイムですね。で、塩、砂糖になります。で、こちら唐辛子ですね。はい。で、こちらがカルダモンと、あとこちらがコリアンダーになりますね。こちらかなり重要になってきますので、はい、必ずご用意ください。で、こちら強力粉ですね。では、まず、イワシにですね、両面軽くね、塩を振っていきます。高い位置からこうね、振っていただければ均等にきれいにいきますので。で、裏面の方も塩をしっかりしていっていきましょう。で、ここからね20分置いていきます。中からね水分を出していきます。で、玉ねぎはこのぐらいの厚さ。で、人参もだいたいこんな感じにカットしてもらえれば OK です。で、セロリはですね、筋の方をしっかりね、ピーラーで皮を剥いていただいて、こんな感じでね、切っていただければ OK です。で、パプリカですね。こんな感じでカットしていただければ OK です。はい、20分経ったイワシがこちらですね。はい、こんな感じです。で、これをしっかりね、洗っていきます。で、このね、表面、ちょっとぬめりがあったら、しっかりね、真水で洗って取ってあげてください。で、こうやってペーパーで置いていきます。で、結構ね、水分まだついてますので、一回ペーパーでしっかりここで水分取ってあげます。で、そうしましたら、このペーパーは一度取って、もう一回ね、二重にしたペーパーをかまして、で、またね、洗っていきましょう。で、最終的に全体にね、しっかりペーパーをかましてあげて、水分を取ってあげます。これが非常に大事ですね。で、ニンニクはこんな感じで潰していただければ OK です。で、カルダモンですね。こちらも潰していきましょう。一つ一つね、ちょっとめんどくさいんですけども、丁寧に潰していってあげてください。ここでね、しっかりこのカルダモンの香りを出してあげるのが大事です。
でコリアンダーはこんな感じでね、鍋などをうまく使って潰していただければ OK です。で、オレンジですね。絞り器あったはずなんですけども、ちょっと見当たらなくて、ここはちょっとパワーで活かしていただきました。はい。で、こんな感じで、オレンジジュースを取りまして、で、プラスね、ちょっと水を足して、グラムをね、合わせています。こんな感じですね。で、それを鍋に入れていきます。そこに白ワインビネガーで、塩と砂糖ですね。でカルダモンですね。コリアンダーで、唐辛子ですね。ローリエ、タイム入れていきましょう。でニンニクですね。で、それをね一回沸騰させます。ここでしっかり沸騰させて香りをねパッと出していきます。そうしましたらここで一旦火を止めておきましょう。で野菜たちを軽くね炒めていきます。本当は大きなフライパンで一括でねバーンって焼ければいいんですけども、まあなかなかそうはいかなかったので、ちょっとね個別に炒めていきます。まず人参とセロリ、もうしんなりするぐらいで大丈夫です。で玉ねぎも軽く炒めていきます。これもねそこまでしんなりさせなくて大丈夫です。こんな感じですね。でパプリカ炒めていきましょう。パプリカはもう本当にさっとで大丈夫ですね。これね軽く混ぜてあげて、で本当に軽くしんなりしたらもうそこで揚げちゃいます。でここでバットで一つにねまとめてあげて、よく混ぜてあげてください。ではこちらねイワシの方に強力粉をねつけていきます。で、衣のね、物理のお話のところで、動画を見た方はよく分かってると思うんですけども、ここはもうかなりねしっかりはたいてあげてください。絶対条件になります。表面の水分をしっかり取るのと粉は絶対に取ってください。それを揚げていきます。もちろんこちら180度の温度で揚げています。でね、揚げるときは優しく揚げてください。イワシですので非常にね弱いですので、一応強力粉を使ってますので表面ねかっちりはしてるんですけども、非常に崩れやすい魚ですので、ここは気をつけて慎重に揚げてください。で縦にして油を切りながら網バットに1回揚げてあげてください。で、一度ね香りを出したこのもろもろなんですけども、一度こしてあげてください。でここでタイムだけはちょっと一回回収しちゃいます。これはねもう非常に色が悪くなってしまってますので、でお茶パックにこれらのスパイスを全部一回まとめちゃいます。で、液ですね。はい。で深めのバットにミルポアを並べまして、そこにイワシを並べます。でまたミルフィーユ状にまたねこちら野菜を並べて、でまたお魚を並べます。で最後に野菜をかぶせましたら、お茶パックのねスパイスを真ん中にいきまして、ここで液を入れちゃいましょう。こんな感じですね。だいたい7分目ぐらいにしてください。はい、ここでねラップをする直前でここのオレンジをね皮を吸っていきます。こんな感じですね。でそれを入れていきます。もう全体にねこうファッとねもう散らすように入れていただければ OK です。このもうエッセンシャルオイルが非常にね大事になってきます。そしたらエッセンシャルオイルが飛ばないうちにラップでもうキュッとね中心から空気を抜くように入れてラップをしてあげれば綺麗にいきます。こんな感じですね。
で、これを一晩入れます。で、こちらがね、1日経ったものになります。見ていただければわかると思うんですけども、水分増えてますよね。これがですね、野菜から出た水分で、このマリネ液がね、ぐっとね、濃い野菜の旨味が出てます。では、ドレスです。エスカベッシュ、いかがでございますでしょうか。はい、こちらね、エキストラバージンオイルですね。これをかけてあげて、最高ですね。では、実食です。うんまっ。こんな感じにちょっとイワシのせて、こうマリネ野菜添えて、でちょっとオリーブオイルいただきます。最高。こちらの南フランスのプロバンスのね、伝統的な作り方を踏襲しながら、カルダモンとオレンジを加えて、で、コリアンダーでさらにその底上げをしてあげるっていう、この香りをね、作り上げていくっていう、このエスカベッシュのこの懐の広さというか深さですよね。もう理屈抜きでシンプルに美味しいので、ぜひぜひね、皆さん作っていただく中で、皆さんだけの広域展開をしていただけたらなと思いますので、ぜひ作ってみてください。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。カルダモンとオレンジ香る高貴なね、エスカベッシュ。いやー、シンプルにうまいですね。やっぱり私ね、本当に大好きなのでね、だいたい毎回あんぐらいの量を作っちゃうんですけども、だいたい2日3日でなくなっちゃいますかね。はい。私のね、大好きな料理の一つでもございます。ではね、ここからね、ちょっと専門的なお話をさせていただけたらなと思います。はい。で、まずですね、冒頭でもお伝えしたんですけども、確かに、エスカベッシュ、プロバンス発祥の料理ではあるんですけども、元の料理は何かっていうと、大体16世紀くらいの、アラブにあるですね、シグバージュっていう、料理があるんですけども、そちらが原型なんじゃないかっていう、お話ですよね。で、そのシグバージュが、スペインにね、料理が伝わってきて、で、スペインの方ではエスカベーチェって言いますね。エスカベーチェの方は、ビネガーとオリーブオイルが半々になって、で、かつですね、パプリカパウダーをふわーっとね、使うのが結構特徴的なんですけども、フランスのエスカベッシュの場合は、白ワインと、白ワインビネガー、この2つですよね。これが特徴的な料理となってますよね。で、そのエスカベーチェがですね、ピレネを越えて、で、プロバンスに、料理が伝わっていったっていう経緯があるんですけども、このプロバンスのですね、漁師さんたちが、水揚げされた小魚を、どうやって処理していくかっていう、流れになった時に、小魚を素揚げにしたりとかですね、皮目の方から焼いて、で、お酢に漬け込むっていう、保存食としての意味合いで、作られ始めたっていうのが原型らしいですね。で、今みたいなああいうミロポアとかがついていなかったらしくて、で、それがですね、宮廷料理人たちがそのプロバンスのエスカベッシュに、非常にね、
こう魅力を感じて、で宮廷料理の中で取り入れていく中でスパイスだとか、あとですね、その香味野菜がこう加わっていくことによってこう完成度が上がっていったっていういきさつがあります。でその宮廷料理の中のこう冷前菜として出されていくっていうね、こうなかなかねこう面白いねいきさつがある郷土料理でもありますね。はい。はい。で、まずですね、イワシの扱いの時にですね、塩を振ってから、まあ、大体20分ほど、こう、置かせていただいたんですけども、あれはですね、イワシの中にある水分を外に出してあげると同時に、中からね、この臭みを取ってあげるっていう効果を狙っています。で、それをですね、こう、時間が経ったら、この、流水で流していって、こう、塩気とですね、中のこう臭みをね、こう取ってあげて、しっかりペーパーで拭ってあげてください。ここはまめに変えてあげて、しっかり水分を取ってあげることが非常に大事です。で、それがなぜ大事なのかっていうことは、せーの、ドン。はい。こちらね、画像自体は、こう、エビフライにはなってるんですけども、まあ、このね、エビフライで、こう、お教えしました、この衣の理論のところで、全くね、同じ理由になってきます。で、こちらの動画を、見た方々であれば、いや、ちょっと待ってくれ。エビフライは確かに薄力粉だけども、今回なんで強力粉使ってるんですかっていうところに気づいた、視聴者さんもね、非常に多いんじゃないかなとは思うんですけども、なぜ、強力粉を使ったかっていうことなんですが、エビフライの場合は、多層構造になってますよね。粉、そして卵、そしてパン粉ですよね。この3つの層になってるんですけども、要はなぜ強力粉だけでやるかっていうと、強力粉はグルテンが非常にね強固なものになりますから、非常にね骨格がしっかりするんですよね。ですので、イワシみたいなこう、ね、弱い、魚であってもしっかりしたカチッとね、決まるっていうところがまず1点あるのと、あとマリネした時に薄力粉だとふにゃ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 ってなってしまうんですよね。これが強力粉であるとそういうことはなくて、しっかりしたね食べ応えのある食感が出せるっていうところがこの強力粉の、ファリネする素晴らしいところでありますよね。はい。はい、じゃあね、次はね、マリネの部分に、なってきます。で、おそらくですね、まあこれを見てるプロの方々ですよね。お前さ、やり方熱々でいかねえのって思われた方結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。私はですね、熱々の状態ではマリネ液をぶち込むことはまずしません。なぜかということなんですけども、特にイワシのような身の柔らかい、まあ、魚にだけっていう、まあ、ことではないんですけども、特にイワシはまあ身が弱いですので、温度差を急激にさせてしまうと何が起こるかっていうと、まあ、衣の理論のところでもお話しした通りに、衣と身がこうね、剥がれやすくなるっていうところと、あと温度差によってですね、まあ、身が崩れやすくなるっていうところがあります。はい。で、それとですね、この温度差をあまり急激にさせるよりかは近い温度帯で、こうね、マリネ液を浸透させてあげることによって、こうゆっくりですねまあ、イワシの中にこの全体的に、ね、芯まで入り込ませるっていう優しくねこうこう味を染み込ませるっていうような考え方になってきます。でオレンジもまあオレンジのゼストの方もですねもうギリギリラップをする手前でやってますよね。あれもできるだけ温度が高い状態でやってしまうとまあオレンジのあそこの皮のところにエッセンシャルオイルがとんでもない量入ってるんですけども、あれがですね温度が高いと一気に揮発しちゃうんですよ。それもあって、もう本当にラップするギリギリのところで吸ってすぐ入れてでラップするっていうような手法を取らせていただいております。はい。で、ここからはね、食味の話になってしまうんですが、じゃあ、温度差をなしで、こうね、ある程度落ち着いた温度帯のところで、こう、マリネした時に、
イワシの方で食べた時にどういう変化が起きるかっていうことなんですけども、まず私のやったやり方ですと、イワシを口にした時に、かじった時ですよね。魚のそのイワシ独特の風味がなくてですね、中からそのカルダモンとオレンジの風味がふわっと香る、すごい上品な味になりますので、非常に私はこのやり方を強く自分は進めておりますね。はい。はい、それとですね、もう一つ重要なポイントがありまして、マリネ液の量なんですよね。これなんですよ。私は基本的にバットに対して、野菜と魚をね、ミルフィーユ状に入れて、でマリネ液を放り込む時なんですけども、だいたい7分目くらいにとどめてます。で、これ理由がありまして、心情的にはもうどっぷりで 100% もう浸からせてあげたいっていう気持ちすごいわかるんですけども、それはしません。できる限り7割、少ないしてるですと6割ぐらいでやってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、私は一応7割ぐらいでいってます。で、これなぜかっていうことなんですけども、野菜の水分が浸透圧で抜けますよね。で、この時にそこがすごい大事で、その抜けた水分っていうのが野菜の甘みだったりとか旨味なんですよ。で、これがですね、ダブダブの状態になってしまいますと、当然その野菜の旨味がその分希釈されちゃうわけですよね。ですので、7分目、もう水がね、実際に映像を見て、いただいて、なんか水分増えてんな、みたいな感じはしたと思うんですけども、あれは野菜の水分が旨味とね、風味だとか、いろんなものがスッとね、浸透圧で水がね、押し出されて、出てきたものになりますので、そうすると、あそこのマリネ液に何が起こるかっていうことなんですけども、非常に味の濃い、マリネ液ができるっていうところで、これもね、また、そのエスカベッシュ全体の全体感をまとめる一役買ってる一つのね、技になりますので、ぜひぜひお試しいただければなと思っております。はい。はい、以上がね、エスカベッシュのご説明でございました。今回はね、私の方はカルダモンとオレンジっていう形でご紹介はさせていただきましたけども、例えば作るときにじゃあ私だったらこの香りとこの香り使ってみたいなとかっていうことを全然やっていただいても OK かなと思います。ぜひぜひね、皆さんが各々お持ちの広域展開をね、楽しんでいただけたらなと思いますので、ぜひお試しください。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。